こんにちは、のすけです。4月に行われたアスクフェスの WODPC コンテストに沸騰冷却 PC を出展したんですが、時間がある時に会場をうろついていたら、アスロックのブースで良さげなものを見つけました。簡易水冷のポンプに内蔵されているベースプレート、めちゃくちゃ微細なフィンになっています。これを使えば沸騰冷却 PC の冷却性能を改善できるかも。ということで、アスロックの簡易水冷を購入しました。ベースプレートが欲しいだけだったので、一番安い 240mm のタイプにしました。Amazon でジャスト1万円。調べてみたら、アスロックが初めてリリースした簡易水冷みたいです。確かにアスロックに簡易水冷のイメージはなかった。最大の特徴はスカイ部品の採用。スカイ部とは削ぎたての意味で、こんな感じで材料を薄く削いで並べていきます。今、沸騰冷却 PC で使っているベースプレートも削ぎたて加工で作ったものなんですが、フィンの細かさが全く違います。アスロックのフィンの厚さは 0.08mm で、フィンの間隔は 0.1mm。今のベースプレートはフィンの間隔が 1.2mm なので、約10倍細かい。単純に考えると表面積が10倍になっています。熱伝達は表面積に比例するので、アスロックのベースプレートを使えば、沸騰冷却 PC の冷却性能が10倍になるかも。ということで、これがベースプレート。分解するには三角形のビットが必要みたい。三角形のビットなんて持ってない。と思いましたが、運よくビットセットに入っていました。ネジを外してベースプレートを分離。あ、マジか。そういうことか。やっちまいました。当たり前っちゃ当たり前なんですけど、クーラントが入っているのを完全に忘れていました。外部品はこんな感じです。めっちゃ細かい。落とした時に潰れなくてよかった。ポンプ側はこんな感じになっていて、中心に穴が開いたパーツと縦長に穴が開いたパーツが入っていました。縦長に穴が開いたパーツはゴムっぽい質感。これでフィンの部分を押さえているようです。調べてみたら、このポンプはフィンの外側から冷水が入って、フィンで熱交換をしつつ、フィンの中心でポンプが吸い込む構造みたいです。フィンが細かいので抵抗がかなり大きそう。つまりポンプの入り口はかなりの不圧になって、ブレードでキャビテーションが起きてしまうような気がします。まあ、アスロックさんが耐久試験をやっているはずなので、多分大丈夫なんでしょう。フィンに付着したクーラントをエアで飛ばします。表面積が大きいのでたくさん付着していました。綺麗にするとこんな感じ。フィンはこの方向に並んでいるみたい。細かすぎて肉眼でも隙間が見えないぐらいです。フィンの部分の大きさは 32×32mm。CPU のヒートスプレッダーと大体同じ。フィンの部分にゴミが入らないように養生して、フィンの部分だけ切り出します。切断面はデコボコなので、ヤスリで成形。こんな感じでフィンの部分を長方形に切り出しました。別途購入しておいた銅のプレートに型紙を貼り付けて、ボール板で穴開け。マザボに取り付けるための穴を開けておきます。銅プレートとフィンの間にソルダーペーストを塗布。マザーボードに取り付けた時にフィンが鉛直方向に並ぶようにしています。たこ焼きプレートでリフロー。慌てて爪楊枝で位置を修正。冷めるとこんな感じ。位置がずれた時のソルダーの跡が残っちゃいました。表面にデコボコがあるとオーリングの気密が保てないので、排水ペーパーで整えておきます。完成したフィン付きプレートがこちら。焼き色がなくなってしまったのはちょっと残念。アスロックのフィン付きプレートをテストする前に、元のプレートの実力を再確認しておきます。沸騰冷却 PC の仕組みをちょっとおさらいしておくと、水枕の中に沸点が低い冷媒が入っていて、フ
真空ポンプでマイナス 50kPa ぐらいまで減圧。冷媒が40度ぐらいで沸騰するようになっています。液体は気化するときに気化熱を奪うので、その気化熱で CPU を冷却。気体は配管を通ってラジエーターへ。ラジエーターで冷やされて気体が凝縮。液体はチャンバーに戻ってくるというシステムです。冷媒の循環は自然循環なので、冷媒用のポンプはありません。ということで早速テスト開始。CPU は Ryzen 7 8700G。CPU-Z で 80W ぐらいの負荷をかけて、安定した時の CPU 温度を計測します。室温は25度ぐらいです。それでは負荷をかけます。5分後の沸騰の様子はこんな感じ。かなり激しく沸騰しています。気泡の大きさはフィンの間隔より少し大きいぐらい。10分後の CPU 温度は77度でした。ベースプレートを変更するので冷媒を抜きます。水枕を分解。元のベースプレートはこんな感じです。アスロックのフィンがついたベースプレートに変更。マザーボードに組み付けます。冷媒を真空引きで注入。冷媒は金子化学の SHZ289 を使用しています。アスロックのフィンがついたベースプレートのテスト。条件は先ほどと同じです。CPU-Z で負荷をかけます。5分後の沸騰の様子はこんな感じ。元のベースプレートより気泡が細かい気がします。フィンが細かくなったので気泡も小さくなったようです。これは冷却性能に期待ができそう。で、肝心の10分後の温度は78度。なんでだー。表面積は確実に増えているはずだし、細かい気泡が増えて冷却できているように見える。でも CPU 温度は一度上昇してしまいました。まあ誤差の範囲といえばそうなんですが、少なくとも冷却性能は改善していなそう。今回は自信があったのですが、ということでアスロックのフィンを使ったベースプレートの改良は効果がないことが分かりました。推定としては元のベースプレートでも十分な熱伝達ができていたといったところでしょうか。でもそうするとこれまでの結果から冷却性能の改善の余地はもうなさそう。何か良い案があったらコメントでお願いします。ということで今回はここまで。ではでは。